こんにちは、トミーです。皆さん今一番したいことは何でしょうか？私は旅に出たいです。去年訪れたベトナムを思い出しては無性にフォーやバインミーを食べたくなっています。早くこの状況が落ち着くのを願うばかりです。そこで今回は家にいながら旅気分を味わう方法を考えてみました。具体的にはこれら5つのメディアとそれぞれのおすすめ作品を紹介していきます。ただこのおすすめは私の偏見で満ちていますので、ぜひね、皆さんのおすすめがあればコメント欄に記載してもらいたいです。それでは始めましょう。まず最初にご紹介するのが旅をテーマにしたラジオ番組です。中でもおすすめは今回の企画とドンピシャなタイトル Traveling Without Moving というラジオ番組です。毎週日曜の夜に J-Web でやっている番組で数年前から好きでよく聞いています。番組のイントロを少しだけ引用して紹介します。旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にしていたこと。旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。いかがでしょうか？ナビゲーターの野村くんいちさんの声が渋くて素敵ですよね。番組はくんいちさんが訪れた海外のお土産話やリスナーから届く旅にまつわるエピソードを元に展開していきます。そんな旅の話を聞いて自分がまだ訪れたことのない旅先について想像を巡らして楽しんでいます。まさに番組のイントロで語られている通り、ここにいても旅はできるということを感じさせてくれます。またここでかけられる音楽のセンスも良くてリラクシングでメロウな気分にさせてくれます。野村くんいちさんという人間も面白いですよね。特に肩書きを設けず原稿を書き、店舗の設計をしたりラジオでナビゲーターを務めたりするなど複数の仕事をマルチにこなしながら、夜は一流のクリエイターたちと飲み交わす一見自由な働き方やライフスタイルに私も憧れています。ラジコのタイムフリーですぐに聞くことができるので、興味がある方はチェックしてみてください。続いてご紹介するのが旅エッセイ本です。一つ目のおすすめは作家である角田光代さんの旅エッセイです。さすが趣味は旅とおっしゃっているだけあって旅エッセイをたくさん書かれており、私も何冊か持っています。角田さんはまるで近所のスーパーへ出かけるような気軽さで、カバン一つで予定も決めず一人ふわっと世界を旅します。そして旅先で現地の日常にすっと溶け込んでいく。そんな角田さんの現地の人であったり道中で出会った人とのやり取りが軽いタッチで描かれています。ベトナムではフラッと入ったコーヒー屋さんの女主人に話しかけられたことから毎日通うようになり、片言の会話をして穏やかに過ごすエピソードであったり、ロシアでは国境の巨人職員に怒鳴られながら激しい尿意に耐えるエピソードであったり、好奇心旺盛でちょっとおっちょこちょいな角田さんだからこそ出くわす楽しい体験からハラハラするような危なっかしいエピソードまで、肩の力を抜いて楽しむことができます。もう一つのおすすめはこちら。今日の猫村さんの作者星より子さんの長野滞在を綴ったエッセイです。星より子さんが実際に体験したり食事をした場所やお店がたくさん出てきて一緒に旅行しているかのような感覚になります。特にそばの描写がうまくてめちゃくちゃ食べたくなりました。ところどころ星より子ワールドな手書き漫画が挿入されており、空気感がより伝わってきます。特にシリアスな事件が起こるわけではないのですが、のんびり暮らすように旅するという表現がぴったりな作品になっています。ちなみに私はこれを読んで松本に住みたくなりました。続いて紹介するのはトラベルカルチャー誌です。ここでは2誌紹介したいと思います。1つ目はトランジットです。発刊から10年以上経った今でも旅好きから熱い支持を集めています。まず雑誌を開いて目を引くのが美しい写真です。それも有名観光地を紹介するだけではなく、街の雑踏や現地の生活を捉えたスナップが多く、
その場の空気を感じることができます。例えばベトナム編では世界遺産のハロワンだけではなく、路地裏の屋台で談笑するおばあさん、昼寝をするシクロのおじさんなど、現地のリアルな様子、暮らしを見せてくれます。ライターが実際に現地に赴き書いた記事も人間味があって面白いです。またその国や地域の情報が厚いのも特徴です。歴史であったり食文化であったり、国民の年収や住んでいる家などの暮らしについて数字やイラストを使って分かりやすく解説しています。おすすめするトラベルカルチャー誌2つ目は D デザイントラベルです。こちらは47都道府県それぞれについて、その土地に長く続く個性らしさに着目してまとめたトラベル誌で、書店でよく見る観光ガイドブックとは全く異なるものになっています。まず編集プロセスがユニークです。編集部は約2ヶ月間現地に実際に住みながら現地の取材をします。まずは自費でその場所に通い、その場所の理解を深めます。そしてもし編集部員が心から本当にいいと思ったら、そこを取り上げるという作り方のようです。その編集の考え方や選定根拠も明確に示されています。そしてこのプロセスを経たからなのか、取り上げて紹介しているスポットがとても面白いです。いわゆる有名な観光地はほぼなくて、その場所にしかないキラリと光る魅力が感じられるスポットが並んでいます。また特集ページも面白いです。例えばその土地の当たり前という紹介ページ。私の出身地である富山郷では、朝出かける前に母親から傘を持っていきなさいと言われて育つといった、天気が変わりやすい土地だからこその習慣が紹介されてたりします。その他にも編集部が取材抜きで食べに行くお店という紹介ページや、編集部が本音でおすすめするお土産という紹介ページ、現地で実際に暮らしたというのが伝わってくる内容や文章で嬉しくなります。続いて紹介するのは写真家さんの旅のスナップを集めた写真集になります。まず1人目は浜田秀明さんです。こちらは2012年から取り集めてきた海外の旅先での写真をまとめた写真集になります。この方はペンタックス67という中盤のフィルムカメラを使われていて、滑らかな質感が特徴になります。インスタグラムでも最近海外のスナップ写真を上げられており、こちらもとても良いので見てみてください。有名な観光地でも息を飲むような絶景でもない、それこそ些細な日常の光景が切り取られているのですが、そのせいなのか自分の記憶とシンクロするんですよね。見ていてそこに行きたくなる写真というよりは、すでにそこにいるような気分にさせてくれます。次は高橋洋子さんです。この写真家さんはオンタリオというビジュアルジャーナルを手掛けられております。この中で日々のやり過ごしてしまいそうなちょっとした風景をフィルムで切り取っています。少しザラッとした質感の写真が特徴ですね。またこちらは気になっている写真集で、おなじみの世界のキッチンからの取材に同行して撮影された写真集になります。世界18カ国で見つけた素敵なキッチンが紹介されています。またホームページでも旅写真が公開されています。高橋洋子さんの写真の雰囲気がわかるので、気になる方はチェックしてみてください。次は市橋織江さんです。こちらもファンが多い写真家さんで、旅スナップを集めた写真集をいくつか出されております。パリの写真を集めた写真集や、こちらは鎌倉の海の家をテーマに夏の日々を収めた写真集、そしてこちらは世界の各地のスナップを集めたギフトという写真集です。ちなみに今うちで飾っているこの写真はこちらの写真集のものです。以上の紹介した3名はすでに売れっ子で有名な写真家さんになりますが、それ以外にも素敵な旅の写真集を出されている写真家さんはたくさんいます。こちらは台湾の写真家さんの写真集です。台北に行った時に買いました。またこちらは久保田純子さんの旅の写真集です。どちらも空気感があってとても気に入っています。続いて映画の紹介になります。ただ映画はそれこそ人それぞれ好みが分かれるし、
私なんかより詳しい人たくさんいると思うので、私からは有名な作品を一つだけおすすめしたいと思います。それはこちらの Life という作品です。この映画は夢を諦め空想ばかりで、行動しない平凡な主人公が未知なる土地へ旅に出て変化していく様を描いたヒューマンドラマです。本作品の見どころの一つは北極圏のグリーンランドやアイスランドの火山地帯、ヒマラヤといった主人公の旅を彩る壮大なロケーションです。大自然の中に身を投じた主人公がヘリコプターに飛び乗り、極寒の海にジャンプし漁船員となったり、荒々しい大地を駆け抜けスケートボードで疾走したり、また過酷な雪山に登り越えていくといった光景は息を飲むほど美しく、同時に踏み出す勇気を見る人に与えてくれます。また途中で映画の根底にあるメッセージが登場し胸を打ちます。はい、いかがだったでしょうか。今回は家にいながら旅気分を味わう方法を私のおすすめ作品とともにご紹介しました。ぜひね、皆さんのおすすめの方法や作品もコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。それでは今日はここまで。終わり。